2000年以上の歴史を持つ四川。四川盆地は古くから天賦の国と呼ばれてきました。さらに四川は湿気が強く、汗をかくための辛い食文化が発達したとも言われています。麻婆豆腐、担々麺、火鍋、チュワンチュワンシャン、刺激的なマーラーで知られるこの街。その先には一体どんな食文化があるのか。それが今回の舞台、成都です。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今成田国際空港の第一ターミナルにおりまして、今日はこれから中国四川省の成都へ行きたいと思います。以前中国一の美食の都として広州へ行ったんですけれども、実は成都も中国を代表する美食都市ということで今回行くことになりました。今回は麻婆豆腐発祥の地と名高い成都で本場の老舗火鍋や担々麺などの四川料理を堪能するグルメ旅をしていきたいと思います。ということで行ってきます。今回初めての四川航空です。なんかね、機内食が美味しいって聞いたんでちょっと楽しみ。ママ一口ちっちゃい。ママちっちゃい。席に着いたらブランケットがありまして、席の広さはやや狭めです。あとモニターがない。5時間もあるのに。もう席はフル満席。なんか荷物も入れるとこパンパン。航空会社の位置づけ的には上からハイクラス、中堅 LCC ってきたら中堅ぐらいのクラスらしいです。なんかね、CA さんがめちゃくちゃ綺麗な人多い。機内食だけどマーラーが好きな量乗せられます。面白い。こういった箱で配られてフィッシュかチキンか選べました。先生、結構入れてもらえます。さすが四川。こちらがフィッシュの方です。こちらがチキンの方です。飲み物と漬物とバナナ、あと大きなパンが入ってました。結構量多いね。いただきます。しっかり辛い。辛いです。辛うまい。噂に聞いてた通り、味は機内食なのに結構本格的で美味しいですね。本当に辛いんだよ。でも下手な空港の高いご飯食べるより全然美味しい気がする。なんかビールが飲みたくなっちゃうような味。はい、成都到着しました。今飛行機降りたんですけど、なんか気温が思ってたよりもあったかい。全然長袖じゃなくて半袖でいい感じですね。なんかすごいね、お出迎えの人がいっぱいいる。出国審査終わりまして、出るのに結構3、40分ぐらいかかりました。今もう11時ぐらいなんですけど、とりあえず DD に乗りたいと思います。ゲート出てすぐのところの看板を見ると、この緑のライドハイリングっていうところがあるので、この看板に向かって進みたいと思います。インフォメーションカウンターがあって、そこからまっすぐ行くとさらに進んでいく感じですね。空港に珍しくタクシーの呼び込みがいます。あ、わかりやすいですね。DD 乗り場はパーキング1にあります。パーキング1に着きまして、ここから下に降ります。DD 乗り場に着きました。ここで運転手さんにこの3号乗り場にいるよみたいなことを伝えて、そこで待って DD 乗ります。DD 無事乗れました。市内中心部までは約63キロ、55分、128元、日本円にして約3000円で行けます。ホテルに向かう間に成都がどんなところなのかっていうのを少しお話ししたいんですけれども、その前に中国に来るなら絶対にインストールしておくべきアプリが4つありますので、そちらを先にご紹介したいと思います。まず1つ目がアリペイ。日本でいうと PayPay のような決済アプリです。レストランでの会計はもちろん、公共交通機関に乗る際もこちらを使います。2つ目が WeChat。 こちらは LINE のようなやり取りをすることができます。お店の予約や観光スポットの予約にも使えます。3つ目が Baidu マップ。こちらは Google マップのような地図アプリ。他に A マップという地図アプリもあります。どちらでもいいのですが、自分が今どこにいるのかとか、お店の営業時間とか調べるのに便利です。4つ目が今乗っている DD。 こちらは Uber みたいな感じで配車アプリとして使います。こちらの4つのアプリを事前にダウンロードして登録しておくと、中国旅行をとても快適にできると思います。今回 SIM は Amazon で購入した高速データ無制限のこちらを使っています。使う日数に合わせて購入することができて、 Google や YouTube、LINE
LINE と問題なく使用できますし、トラブルあった際の問い合わせも LINE からできるので便利です。中国行くときはこちらの eSIM を使うことが多いです。ちなみに2026年4月時点にはなるんですけれども、1元が約23円になりますので、今回金額をお出しするときにはそちらのレートで計算していきたいと思います。1年前に来た時には1元が約19円だったので、1年で4円ぐらい結構高くなっちゃいましたね。では成都がどんなところなのかっていうお話に入っていきたいと思います。成都は中国四川省の省都で、四川料理の本場として世界的に知られる大都市です。ユネスコにも食文化創造都市として認定されていて、四川料理の中心地とも言われています。町の規模も大きく、人口は約2094万人。中国西部を代表する経済交通文化の中心都市の一つです。歴史も非常に古く、約4500年の文明史と約2300年の都市建設史を持つとされています。三国時代には劉備が築いた蜀漢の都として栄え、今ではパンダの町としても有名です。気候は年間を通して湿度が高めで、夏は蒸し暑く、冬は気温以上にひんやりと感じやすいのが特徴です。時差は日本のマイナス1時間となっています。一言で言えば、成都は深い歴史と豊かな食文化、そして今っぽい都市の魅力を併せ持つ大都市なんです。今日泊まるホテルはこちらのボコチェンドゥチェンシーロード by IHG に泊まります。成都の中心地チュンシールーエリアに位置していて、徒歩圏内に人気のグルメスポットやショッピングエリアが集まるかなり立地のいいホテルになっています。立地の良さなんですけれども、成都はこの円形がね2つあって、その真ん中が中心地っていう感じなんですけど、このホテルはですね、中心の本当にど真ん中にあるんですよ。なんだかんだでホテルに着いたのはもう12時です。だいぶ遅くなっちゃった。今日泊まるお部屋は5階の73号室です。綺麗ですね。こちらの部屋が1泊1部屋12,000円です。1人6,000円ぐらいなので、この立地を考えたら結構安い気がしますね。ベッドは大きめのクイーンサイズがドーンと真ん中にあります。ちょい固めです。ベッドの正面に大きなテレビが埋め込みであります。これね、ちょっと伝わりづらいんですけど、かなり大きいテレビですね。その横にソファーとテーブルがあります。ソファーは足伸ばして寝れるかなっていうぐらいのサイズのソファーですね。お部屋からのビューは思いっきり目の前の建物が近くにあるので、あまり何も見えないですね。昼間の景色はちなみにこんな感じです。無料のお水が2本あって、ティーとコーヒーがあって、ケトルがあって、冷蔵庫もちゃんとありまして、中に飲み物が入ってるんですけど、こちらは今回ついているそうです。フリーです。クローゼットにはバスローブがあります。ふかふか系。これかなり柔らかい。いいね。ちょっと可愛いスリッパがありまして、金庫もちゃんとあります。洗面台はこんな感じです。アメニティ類は必要最低限って感じですかね。ハンドウォッシュとハンド&ボディローションがあって、ドライヤーケースかな？おしゃれ。風量強めなダイソンっぽいドライヤーがあります。こちらはシャワールームですね。大理石調でおしゃれ。手持ちのタイプと上から出てくるタイプ両方あります。備え付けのシャンプーとコンディショナーとバスジェルもあります。水圧はちょい弱めでもしっかりしてます。しかもなんかスイッチタイプで出すやつだから珍しいですね、このタイプ。トイレいいですね。綺麗。リモコン操作できるタイプのウォシュレット付きトイレです。部屋の広さは30平米なんですけれども、それを感じさせないぐらい天井も高いし、とにかくおしゃれで清潔感があって、この立地で1泊12,000円は安いと思います。ちなみにね、結構特典がついてて、滞在中1回アフタヌーンティーもついてたりするので、そういうのもね、含めるとすごいいいホテルだと思います。夜遅いからもう部屋で飲んじゃおうと思って、氷頼んだらすぐ届けてくれる。チェックインが終わりまして、もうあっという間に1時になっちゃったんですけど、ちょっとお腹空いてるので軽くご飯食べに行きたいと思います。中国ってね、結構夜遅くになるとお店閉まるのが早くって、だいたいやってるのが羊串のお店か、あと火鍋のお店が多いんですけども、ここ成都そして四川ではですね、チュアンチュアンシャンっていうマーラーの串の火鍋があるっていうことで、そちらを食べに行きたいと思います。着きました。
ちょっとホテルから遠かったけど人気のお店に行きたいよねっていうことでこちらのお店に行きました。こちらはですね、成都の老字号玉林チュアンチュアンシャン、およそ40年の歴史を持つ有名店で、本場のチュアンチュアンシャンが味わえる一軒ということです。店の外までいい匂いがむちゃくちゃしてる。こちらのお店はなんと朝の4時までやってるお店ということで、遅い時間に来ても安心して食べに来ることができますね。ということで入っていきましょう。じゃあ結構なんかおじいちゃんが多めの感じで、おお、なんかすごいわ、広いわ。あ、タレも作ってきてくれた。40年変わらない鍋のベースみたいな。鍋ベースをまず頼む。竹の串が1本1元で、鉄の串は1本5元で、あとお皿の色で値段変わるよっていう感じですかね。飲み物もこっから好きなのを取る感じ。ビールの種類めっちゃあるんだけど、この見たことない雪花ビールにしようかな。これにします。開けてくれた TJ。このチュアンチュアンシャンってどんな料理なのかというと、もう見てわかる通りなんですが、串に刺さっている好きな具材を選んでマーラーで煮て食べる料理です。ローカルグルメで、もう生徒の人からするとすごくポピュラーな人気な食べ物で、火鍋よりも手軽に食べられるのが魅力ということです。これでも火鍋みたいな感じだよね、こう見ると。ただね、串が1本1元っていう破格の安さで好きなものを選べるっていうので、こう選んでる時点からすごくバーラーがすごい。早速食べたいと思います。チュアンチュアンシャンのタレがこちらついてきまして、7元です。このラー油を入れて混ぜて食べるんだそうです。オイスターソースちょっと、あとこの調味料ちょっと混ぜたらタレ完成。辛そうだね。今回はこのマーラーの方だけにしようかなと思ったんですけど、さすがに辛すぎたらちょっとなっていうことで、マーラーとトマトのハーフ&ハーフにしました。まずはマーラーからいただきたいと思います。今日はね、なんかこの見たことがない雪花ビールで乾杯。うまいね。マーラーの牛肉いただきます。うまっ。牛肉柔らかいね。味結構しっかりついてるじゃん。タレつけなくても全然美味しいし。タレの方に一気に串から外してガバッと入れると食べやすくていい。串から食べるのも面白いけどね。豚肉めっちゃうまいんだけど、お肉が全部柔らかくて美味しい。タレは結構パクチーの味がして、まあ火鍋ですね。味は完全に。強いて言うなら、その自分の好きな具材を本当にちょこちょこ入れられるっていうところで、そのスナックというか、なんかね、ここのマーラーめちゃくちゃ辛いってわけじゃなくて、ちょっと奥深い感じの味、深みがある感じの味で、結構食べやすいです。1000枚いただきます。美味しいじゃん。辛い。ブツブツしてるから、ここにタレが絡んでマーラーも絡んですごい辛いんだけどうまいの。結構新鮮よ。うまい。マーラー無理してない。エビまんじゅうみたいなやつ。ノーマルマーラー。ノーマルね。美味しい美味しい。お湯を入れてけど、やっぱ最初からちょっと少なかったもん。追加で牛です。結構ここのマーラー好きなんだけど、味がうまいね。美味しい。よかった。今日そのまま寝ようかなって迷ったけど来てよかった。串自体はこういう感じで、本当に1本が一口サイズなの。だからいくらでも食べれる。じゃあ何串食べれるんだろうっていうのが、わんこそば的な感じで、多分普通に50本ぐらいは食べれちゃいます。でも50本食べてもまあ1000円ちょっとです。お肉だと1元こんなもんだけど、こういう平たげとかちょっとキノコとかはこれも1元だから、それでこうバランスとってお腹いっぱいにしてくんだよね。まあこういうのいちいち一個一個食べてらんないよ、もっとガバッと食べたいんだよっていう時にはですね、こういったお皿もありまして、色ごとに値段が決まってて、緑のこのお皿は1皿20元だから今約500円弱ぐらいですね。さ、中国に来るようになってマジでパクチーが好きになったんだよね。そうだね。うまいんだよね。中国のパクチー好き。マジで今2時なんだけど深夜に食って大丈夫。
急に BGM が始まる。あ、違うわ、流しの弾く人が来ただけだったわ。BGM じゃなかった。四川いいですね。なんかビビるぐらい辛いんじゃないかなってマーラー心配してたんですけど、全然美味しく食べられる辛さ。もうこれが最初からさ、無理食べれないってぐらいの辛さだったらちょっとどうしようかなと思ってたけど、全然美味しく食べられる辛さでよかったです。明日からはもう美味しいものたくさん堪能していきたいと思います。お会計終わったら全部で175元でした。安っ。おはようございます。これからお昼ご飯に成都で有名な担々麺を食べに行きたいと思います。担々麺以外にもね、美味しい名物料理がたくさんあるお店ということで、早速ホテルから歩いて行ける距離なので行きたいと思います。ちなみに今の気温はもう27度、超暑い。みんな T シャツ着てるもん。昨日夜はちょっとひんやりしてるかなと思ったけども、でも結構お腹ペコペコだわ。ホテルの目の前にもう食べ歩きができるような屋台街があって、みんなお昼ご飯に麺を食べてます。いい匂いする。いいね。おー、いいね。すごいいいじゃん。街中にいい匂いがしてる。マーラーあったんだよ。すごいんだけど、お昼時でこんなに街中にいい匂いがたくさんしてて、人もたくさん出歩いてて、すでにすごい楽しい。急にフリマみたいな感じで、外になんか露店っていうのかな、すごい服とか売ってる通りが、すごい中国っぽいパンツ。どうしてこんな道通らせるの？地図の道がこうなっとるで、ちょっとこれ廃墟系 YouTuber みたいになってきて、バイクも歩道橋で渡ります。うそーん。ここバイク通ったらそれはだけど、もうほぼバイク。今日のお昼ご飯は成都小吃店清月城炭豆腐、こちらでいただきたいと思います。こちらのお店のルーツは1940年代初頭に始まった炭豆腐にありまして、このお店は炭玉光さんっていう人が作ったお店なんですけれども、成都で長く親しまれてきた老字号になります。老字号っていうのは長くやっている老舗のお店っていう意味だそうです。で、こちらのお店の店名に豆腐ってついてるんですけれども、その炭豆腐以外にも天水麺とか担々麺もすごく美味しいお店として人気ということです。担々麺の元祖の形は汁なし麺だそうです。日本とはちょっと違いますよね。名前の由来なんですけれども、昔の行商人が天秤棒を担いで麺を売っていたところから担々麺と呼ばれるようになったそうです。成都式の担々麺はこの小さめの器に麺を入れて、あとマーラ、ホアジャオ、あと肉味噌と漬物を混ぜていただく麺なんだそうです。いただきます。うまっ。あれだ、焼きそばみたいな。言うのであれば激辛油そばみたいな感じかな。すごくシンプルな料理ですね。辛さは全然ピリ辛、美味しいってなるぐらいの辛さです。ただ辛いの苦手な人だと、これでも辛いかもしれない。なんかしびれ系っていうような感じでもないです。続きまして天水麺いただきます。麺が太い、小指ぐらいの太さあるんだよこれこれはね、甘い醤油だれにあえて食べる麺なんだそうですが、こちらもマーラーがたっぷり入ってます。甘くて醤油だれなんだけど、マーラーがすごいきて美味しい。なんか水豚とかに近い感じかな。この太い麺に結構粘り気のある醤油の甘辛いタレとマーラーがよく絡んでて、すごく美味しい。炭水化物がドンってくる感じだから、お水がないときつい。こちらの麺はこのお店の名前に由来した豆腐麺です。担々麺の中にさらに豆腐が入ってるやつですね。いただきます。美味しい。なんか麻婆豆腐麺みたい。例えるのはそんな感じ。でもこれも日本の担々麺とはちょっと違うと思う。何が一番違うって、ごまだれが入ってない。ここのやつはね、全部マーラー系です。
汁に程よく粘り気があって、あんかけあえ麺みたいな感じですね。具材もなんかここにピーナッツみたいのが入ってたりとか、大きめの肉味噌が入ってたりして、で柔らかい豆腐があるので食べてて楽しいですね。チュルチュルっと食べられて、こっちの麺の方が食べやすいかなっていう感じです。結構しっかりめに肉味噌も入ってるんですよね。こちらがお店の看板の右上に大きく載ってた鴨の煮込みです。いただきます。美味しい。結構甘めだね。照り焼き鶏とかに本当噛むかな。結構量が多いですね。臭さゼロでほんのり塩味が効いてて、この表面についた甘いこの煮込みのタレがすごく美味しい。これ3、4人で来てみんなでちょっとずつ味見するんだけど、2人だとまあまあボリュームありますね。こちらがこのお店の看板メニュー、氷水豆腐、通称タン豆腐と呼ばれるものです。柔らかくて甘い豆腐プリンのようなものだそうです。本当に甘い豆腐です。いや、なんかそんな感じしたんだよ。強いて言うなら甘いのはこのタレが優しい豆腐に合う甘さのタレになっていて、でこのお豆腐自体も大豆感控えめで、豆腐だけで食べるとほんのりちょこっとだけ豆腐いるなっていう、それに甘いタレを絡めたっていうような感じだから多分麺に入れても合うんで、素材本来の甘さがあるって感じかな。まあでも豆腐プリンではないかな。でもこの担々麺と豆腐麺はどっちも11元なんですよ。むちゃくちゃ安い。一皿2、300円ぐらいでお腹をいっぱいにできるって最高ですね。結構お腹いっぱいになりましたね。ごちそうさまでした。さあ、お腹もいっぱいになりましたので、これからリリで少し移動して人民公園に行きたいと思います。ここはですね、人民公園と言いまして、生徒の人たちの日常を垣間見れる、時の流れを感じられる公園ということで来ていました。ここにはね、多くの茶館が入っていて、ティータイムをゆっくり楽しんだり、あと麻雀をしてたりとか、人々が集う日常生活の中に溶け込んでいる、そんな公園だそうです。なんか入り口から入って少し歩いただけでも、たくさんのご老人の方たちがトランプをして遊んでますね。そして公園の中が思ったよりも結構広いのかな。茶館があるエリアはどこだろう。来た。じゃあちょっと待って、人多くない？急にめっちゃ人が。ほら、急にここから一気に茶館だらけだ。公園の中と言いながら、むちゃくちゃ人がいっぱい、ご飯屋さんもいっぱい。ここでみんなお茶飲んでる。土平日の昼間なのにさ、すんごい人だよ、ここ。みんなお茶飲みに来てんのか、ここに。マジで360度お茶飲んでる人がいる。哎，你好，3位嘛？あ喝什么茶？最低消费58。賞味るやつだ。OK。How much？ 126元。いいよね。茶館に入ってチケットを購入してショーを見ることにしました。ショーの時間が決まってて、ちょうど今から30分後ぐらいに始まるっていうことだったんで、ちょうどいいかなと思って。何分ぐらい待てばいいんだろう。今待ち時間なんですけど、漫談みたいなのをしてますね。こちらが58元の緑茶です。茶柱っていう概念じゃなくて、めちゃめちゃお茶が入ってる。ちょっと渋みがあってしっかり美味しいね。続きましてちょっと高級なやつです。68元。すっきり。お茶本当に美味しいわ。ちょっと高すぎない？いくら商代が込みにしてもって思ったけど、そんなことはなかった。これずっとお茶をお湯を足せば飲み続けられるからお得な感じですね。何よりこの雰囲気が楽しい。それで待ってる間に席をぐるぐる回って耳かきをしてる人がいて、ちょっと頼んでみました。50分から劇が始まるから、もう耳かきだけで。新しいやつを使ってくれるとプラス10元かかるってことですね。最初くすぐったかったけど結構気持ちいいけどちょっと怖い。すごい何これ。それブルルルって言ってる。
先生、ちょっと40元ってどうなんだろうって思ったけど、聞こえは良くなったような。でも3分って書いてあったけど、結果5分ぐらいやってくれてるし、ちょっと新感覚かも。今から見る演劇の名前は戦劇って言うんですけど、四川の戦と演劇の劇で戦劇なんだそうです。顔が一瞬で変わる伝統芸だったり、あと火を吹いたりとか演舞みたいなものもあるみたいです。顔が変わるショーはじゃあ拍手しないと。おお。やっと始まった。じゃん。よかった。さっき漫談やってた人出てきた。あの人座長だったんや。さっきふーんってやってた人です。いやー本当にね、最初の方は何のショーなんだろうかと思ってマジで焦ったけど面白かった。あっという間に終わりました。ホテルのアフタヌーンティーの時間になりましたので、ちょっとそこで休憩して夜ご飯っていう感じですかね。中庭とかもある。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ちょっとしたやつ。おお、豪華じゃん。盛るのうまいね。すごくない？この後ろのでかいスクリーン。ここは朝食会場にもなってる場所なんですけれど。甘い。中国って果物めちゃくちゃ安くて美味しいよね。こういうのがあるホテルはすごいありがたいですよね。いいサービスだと思う。アイスラテ。甘さがなくて渋くてうまいわ。少し休憩したいと思います。時刻は7時半になりまして、少しお腹も空いてきたので夜ご飯を食べに行きたいと思います。今7時半なんですけれども、まだ外が結構明るいなと思って調べたら、成都って日が暮れるのがかなり遅いんだそうです。夜8時ぐらいまでは普通に明るいんだそうです。これは中国が国全体で同じ時間を使っているからで、西にある成都はその分日没が遅く感じるんだそうです。すごいお城みたいなところ来ちゃった。これ火鍋屋さんに見えないんですけど、すごいね。こちらのすごい門構えのお店、論泉ゆえん火鍋店は成都で20年以上続く火鍋店ということで、ミシュランビブグルマンにも選ばれた地元の人にも愛されている人気火鍋店ということで来ました。こちらの火鍋はですね、ただ辛いだけじゃなくって香草とか漢方がたくさん入った鍋底のベースになっているので、すごく味わい深いことが特徴なんだそうです。それでは行ってみましょう。すごい作りだね。どうしよう、すごい高かったら。混んでるじゃん。いい席に対してくれ。結構高級なクラシカルな雰囲気のお店でいい感じですね。今おすすめを聞いてます。ですね。四角い鍋で来るんだね。美味しそう。今日はね、雪花ビールのなんか上位互換みたいな、ちょっと高級っぽいやつで。乾杯。美味しい。なんかこのタレが秘伝のタレみたいなことが書いてありまして、なんかその豚の方が美味しそうよね。油たっぷり。おお。野菜単品で頼むより全然安いよ。うわ
ちょっと頼みすぎたかもしれないね。昨日のチュアンチュアンの店びっちゃびちゃ飛んでたけど、すごいここは高級店なかなか。タレはこちらがお店秘伝の辛いタレにネギとパクチー入れました。こちらはごまだれです。よし。高いお店なんじゃないと思ったけど、意外と全て量が多くて、すごい量来ちゃって結果安いっていうね。どうしましょうっていう。わー。スープの種類が何種類かあったんだけども、このお店の人がおすすめしてるやつはただ牛の脂だけが入ったやつじゃなくて、そこに漢方とか香草が入っていてより奥深い味わいになっているっていう。飲むもんじゃない。うまい。マーラーの汁の味が全然辛さは思ったより控えめなんだけど、旨味がとんでもないんだけど、なんか香草なの。昨日から生徒に来て街中歩いてたりしたら火鍋のお店がめちゃめちゃたくさんあったんですよ。どんぐらいあるんだろうなと思って調べてみたら、なんと7軒に1軒は生徒で飲食店が火鍋店らしいです。それくらい生徒の人にとって火鍋はもう日常に親しみがあるお料理っていうことですね。見て、豚肉もすごい分厚くてさ、美味しそうなのよ。肉団子結構行方不明になりがちなんで、手切り牛肉はもう秒で食べるらしい。入れて食べてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本当に？もうちょっと言うことさなんだよ。で、このつけだれに入れます。このタレはどういった味なんだろうね。うまっ。めっちゃ新鮮な赤身肉、柔らかくて癖がなくてすっごく美味しい。このタレもこれでもかっていうぐらいニンニクが入っていて、このラー油の辛さがすごい上品でよくお肉と合ってすごく美味しいです。やばくない？やばいよ。見た目はものすっごい辛そうに見えると思うんですけど、全然美味しい辛さです。1000枚いただきます。15秒だって。15秒。このたっぷりのタレに絡めて。うますぎない？分厚さが結構薄めなのにコリコリ感はすごいあって、臭みは一切なくて、ものすごい上質な1000枚。みんなこのアヒルの腸を頼んでたんで頼んでみました。これもね、15秒だって。これはごまだれでいただこう。めっちゃコリコリしてるね。想像してたのと違う。美味しい。油が全然ないのに噛むとちょっと油分を感じるというか、美味しい。理由がわかる、頼んでる人の。で、次豚肉いただきましょう。漢方の方のやつもすごいあっさりしてて、ほんのり味がついてうまいね。だって豚肉めっちゃ甘くてうまくない？結構油分多めな豚肉です。うまい。昨日から生徒来てマジでニンニクをめちゃめちゃ摂取してる気がする。とにかく旨味が深いんですよ。ただただ辛いだけじゃなくて、で適度にフォア状のしびれも少しだけ下に残るから、その具材の本来の美味しさを残したままこのマーラの味も堪能できるっていう、結構いいとこ取りな感じの鍋の味。生徒の火鍋って味はもちろんなんですけど、香りを楽しむっていう文化みたいです。美味しい美味しい。麺ありますか？なんか普通の出来上がったラーメンを勧められたんですけど火鍋に入れないのかもしれない。すごい長い、これ超ド級のやつやん。最後ここのお店はもともと生の麺っていうのはなくて、茹でられてる形で出てくる10元、これを汁に入れて食べるのかな。手切り牛肉も添えて牛肉麺スタイルです。麺茹でてあるから伸びてるかなと思ったけど、ちゃんとコシがあって美味しいですね。結構精度の火鍋辛くないじゃんって言ってたけど、なんか食べてるうちにマーナって舌に蓄積してくるじゃん。今だいぶ辛くて唇が多分今セクシーになってるんじゃないかな。ちょっとここで結構人気のデザートがあるということで頼みました。高等ツーバっていうお餅のデザートなんですけど、あったかい。なんか日本でいうきなこ餅とかみたらし団子とかそういう感じのデザートだそうです。うわ、つきたての餅の味めっちゃうまい。
黒糖で黒蜜までは濃密じゃないこのタレに砂糖とこのごまの入ったソースがすごい合う。うまっ。ただのね、辛い火鍋じゃなくって、深みもあって味わい深くて、今まで食べた火鍋の中でも一番上品で美味しい火鍋でした。ごちそうさまでした。こういうさ、なんかお城みたいな感じの作りの建物に人が住んでるのすごくない？風情ありますね。おはようございます。今日は今朝の9時なんですけれども、成都といえばパンダということで、成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地という場所に向かってるんですけれども、市内中心地から約15キロ、およそ40分、32元、日本円にして約750円で行くことができます。パンダはですね、午後になると結構寝ちゃってあんま動かなくなっちゃうらしいんですね。なので、午前中に行くのがおすすめっていうことだったんで、今は向かっています。チケットはトリップドットコムから購入しました。値段は約1300円。当日でも購入可能でした。DT から降りて入り口に行くまでがちょっと遠いですね。少し坂道になってて、この通りにめちゃくちゃパンダのお土産とかカチューシャとか売ってる人がいる。多分これは公式ではないです。後ろに子供たちの遠足してる人もすごいいたり。今日はここにパンダを見に来たんですけれども、もう全部回るととんでもなく広いっていうことで、サクッとパンダ見て、見れたらパンダの赤ちゃんも見て戻りたいと思います。チケットの発券は必要なくて、事前で入力しておいたので、パスポート情報でここから入場します。ジャイアントパンダ繁殖育成研究所に入りました。中国最大のパンダ保護施設でありながら、育成であったり研究だったりしてるところを見ることができる施設になってます。早速見に行きましょう。雨降ってきちゃった。館内結構広いね。とりあえずパンダの赤ちゃんと、あとパンダがしっかり見れる場所に行こうと思うんですが、歩いて回るの結構大変だと思うんで、バスに乗って向かいたいと思います。入り口入ってすぐのところにバス乗り場があるんだけど、すんごい人。中国は結構こういう観光施設に行くと課金をして楽に回れるよっていうのがあるんですけど、結果それやっといた方が良かったっていうことの方が多いので、圧倒的に広すぎるんですよ、中国のやつって。こっちを読み取らないと。バスのチケット買うのちょっとめんどくさかったけど買いました。次々団体客の人がね、観光バスに乗りに来るので、事前に買えるなら買っといた方がいいだろうね。バスに乗れまして、ここからとりあえず一駅先のところでまず降ります。でも私、携帯の待ち受けをパンダにずっとしてるぐらいパンダ好きなんですよ。これはね、この間上海で出会ったパンダ。やばい、もう寝る時間に入っちゃったじゃん。1匹目のパンダちゃんに出会いました。こっち向いて。すごい、あっち向いて食ってるよ。あ、パンダめっちゃいっぱいいる。すごい。おー、ニハオ。可愛すぎる。確かに中国最大級っていうだけあって、今まで行ったどの動物園よりもパンダの数がめちゃくちゃ多いのと、パンダたちが警戒してなくてすごいリラックスしてる感じですね。今10時半になっちゃって、結構もうお眠タイムっていうか、ご飯バリバリ食べてる感じじゃないかも。やっぱオープン朝一で来ないとダメなのかな。ぐでっとしてる。可愛すぎない？もう寝ちゃったじゃん。やっぱご飯の時間終わっちゃったんだよ。すごいじゃん、なんかリラックスモードが。レッサーパンダに会いに来ました。可愛すぎる。落ちちゃうよ。大丈夫？こちらでパンダの赤ちゃんが見れるらしい。パンダの赤ちゃんって初めて見るな。飛んでる。取るの至難の技だろうね。結構歩かせるじゃん。どうすんのこれいなかったら泣いちゃうんだけど。嘘？結構歩いてきたのにパンダの赤ちゃんいなかった。激ショック。見れないっていうこともあるんですね。ちょっと不覚でした。いや、登るんじゃない？いや、可愛すぎる。その繁殖してるところを抜けるとバスで西出口の方に向かえるんですけど、この辺りはもうね、何にもない。パンダ見終わりました。結構広すぎてなんかあんま見えなかったんですけど、ただね、研究施設っていう感じでした。だからパンダがすごい伸び伸びしてて、一番今まで行った動物園の中で大事にされてたけど、動物園的なわちゃわちゃ期待していっちゃうとちょっと物足りないかもしれない。すごいちっちゃなパンダとか見れてよかったです。ただ赤ちゃんが見れないのは本当に残念だった。
めっちゃ土砂降りになってる。やばー。さっきまではなんとか晴れてたけど、今急に土砂降りになっちゃいましたね。結構急に天気変わるんだ。到着しました。こちらが麻婆豆腐発祥のお店、陳麻婆豆腐です。中に入っていきたいと思います。なんか結構重厚なお作り。なんか混んでるかなと思ったけど、全然お昼時で空いてますね。やべ。空いてるのかなと思ったらそうじゃなくて、お店がすごい広いんだね。メニューは紙にチェックをつけて渡す形になってます。辛さの指定はしない感じですね、多分。でも安い。麻婆豆腐24元だもん。店員さんが来て、もう麻婆豆腐と鶏がおすすめだからこれとこれ頼みなさいって感じだったんで頼みました。おー、早っ。めっちゃすぐ来た。はい、ということで来ました。こちらが生徒発祥の麻婆豆腐です。ちなみに麻婆豆腐が発祥したのは1862年にここ成都でこの陳麻婆豆腐という小さなルーツになる食堂があったそうで、そこから広まったそうです。ここのお店をやっていた陳おばさんっていう方の顔がアバタ顔だったっていうところから麻婆という名前のルーツになっているということです。ちなみにここのお店はですね、日本にもあるんですよ。お店が東京だと何店舗かあって、実は行ったことありました。食べたことあるんですが、本場の味はまた違うっていうことなんで、今回せっかくなので来てみました。ということで早速いただきます。見た目は結構辛そうだけどね。かなり味が濃いめで、マーラーもしっかり効いてます。辛さに関して言うと日本の陳麻婆豆腐よりも全然辛い。結構辛いです。小さい方のサイズを頼んだんですけど、結構量はね多いです。で、この豆腐だけじゃなくてお肉、ひき肉が結構たくさん入ってて食べ応えはすごいありますね。値段が24元なんですけれども、日本でもし本格麻婆豆腐をお店で食べたら1000円以上全然しちゃうと思うので、その価格感で考えるとかなり安いですよね。ちょっとご飯にやばいよ、山椒。ホワジャオの味がかなり強いから食べてるとだんだん舌に残ってくるね。まともに入れてたらちょっとやばい。しびれレベルで言ったら結構マックスに近いかもしれない。ゴンバオジーディンという四川を代表する超定番料理ということです。鶏の料理なんですけれども、簡単に言うと鶏肉と唐辛子とピーナッツを炒めたお料理ということです。これも結構辛そうなんだけどね。うまっ。結構甘いね。唐辛子の味は本当にほんのり。でもほとんどがピーナッツのコクと鶏肉と、あとこのタレの甘みがきて、粘り気があるぐらい甘辛いタレがたっぷり絡められていて、一つ一つ食べてもしっかり舌の上で甘い味がふわっと広がってとっても美味しいです。鶏肉は一口サイズに切ってやって、このピーナッツと一緒に食べるのがもう最高の組み合わせ。鶏は全然辛くないんだけど、ちょっと麻婆が昔の人たちは力仕事をしてる合間にこうやって辛いものをつけて、よし頑張ろうっていう風にしてたんだって思うと、よりなんかこう楽しいというか。じゃん。いらない。さすがにしてます。麻婆豆腐の中にあんの部分がめちゃめちゃ入ってるんですけど、これが辛しょっぱいっていうのかな。これぐらいがちょうどいいね。一気にガバってこれも食べたいんだけど、めっちゃ山椒と唐辛子が入ってるから1個ずつ箸でつまんでいくしかない。中国の人たちはこの四川の麻婆豆腐の辛さは全然大丈夫なんですか？食べ始めて10分ぐらい経ったらもう今喉の奥の方までめちゃめちゃ辛いです。いい顔してる。この後中継に行く予定もあるけど大丈夫かな。やばいよね。まさかこの普通と思われてたやつが殺人級に辛いです。やっぱり成都に来たら成都発祥の麻婆豆腐を食べないと終われないでしょって皆さん思うと思うんですが、辛いです。なので覚悟して食べに来ていただけるといいと思います。最後の一口いただきます。
四川といえばこのホアジャオの辛さなんですかね。あまりにもちょっと初体験すぎるこの山椒のシビ辛、舌に残る辛さにちょっと圧倒されました。ごちそうさまでした。今日泊まるホテルはメルキュール、成都、チュンシー、台風リーです。2軒目のホテルなのでサクッと紹介します。1822号室、18階のお部屋です。こちらの部屋は1泊1部屋8000円です。なんと朝ごはんもついて、しかもアフタヌーンティーまでついてきて、1人当たり4000円と驚異の安さ。お部屋の広さはちなみに28平米。シングルベッドが2つドーンとあります。枕の横には小さなテーブル、ベッドの正面にはテレビがあります。座るタイプのソファーがありまして、お仕事ができるようなデスクもあります。冷蔵庫の中にはフリーの飲み物が入ってまして、お水とコーラと炭酸ドリップコーヒーがありまして、お水は無料のものが置いてあります。ケトルもメルキュールブランドのティーもあります。空調はこちらのパネルで調整できるようになってます。クローゼットも結構広めで、ふかふか系のスリッパもあります。金庫もあります。玄関入ってすぐ横に洗面所があります。アメニティは必要最低限、ハンドソープ、ボディローションもあります。廊下には大きな姿見も完備されてます。ドライヤーケースにドライヤーがしっかり入ってます。風量が強いタイプですね。眺望は結構開けた綺麗な景色。夜の景色はこんな感じです。お手洗いも結構広め。ウォシュレットがついてるタイプです。シャワールームは手持ちのタイプと上から被るタイプになってまして、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープは備え付け。水圧は結構強めです。成都にはホテルがたくさんあるんですけれども、こちらのホテルを選んだ一番の理由はトリップ .com の特選4つ星ホテルランキングで第1位だったからなんですが、1泊8000円は本当に安いと思います。チェックインした時にアフタヌーンティーの無料券もらってたんで、こちらでちょっとお茶したいと思います。ドリンクが選べて、あとクッキーとケーキ2つのセットでした。しばし休憩したいと思います。こちらのマーワンズっていうもう成都で一番人気の四川料理のお店、今5時半なんですけど、すでにめちゃめちゃ列ができてて、整理券もらったらすでに34択待ちでした。整理券がアリペイで QR コードで読み取りができて、今自分が何番目に待ってるかっていうのが分かるので、順番が近づいたらまたここに戻っていきたいと思います。とにかく人気店っていうことなんですけど、なんとか入れそうでよかったです。アプリで見たら確実に30分以上は待つっていうことだったんで、その間今私がこのいるお店があるエリア、タイクーリーっていうエリアなんですけど、ここがねすごい人気の繁華街、お買い物スポットっていうことなので、ちょっと探索したいと思います。小売店みたいのもあるんだけど、高級なブティックもすごいたくさんあるんだよね。エルメスとかシャネルとか、なんだかね東京でいう表参道とか六本木とかみたいなエリアだそうです。タイクーリーを歩いてると、高級店のお店の門構えが全部ねこういう歴史ある街並みの感じになってるんですよ。ここはですね、再開発が入った時に歴史×高級ブランド×街歩きみたいな感じのコンセプトで再開発されたエリアだから、こういう作りになってるみたいです。文化再生型開発って言って、モダンに作って新しく商業地区にして人もたくさん来るような街並みにしていくっていうような感じが今主流になってるんですってね。このタイクーリー、今反対側にものすっごい大きなプロジェクションマッピングがあるんですよ。これ大きさがちょっと伝わりづらいんですけど、とてつもなくでかいです。でこのタイクーリーでは伝統的なさっきのような街並みに最新のプロジェクションマッピングの映像演出を重ねることで、昼と夜で全く違う表情を作り出しているんだそうです。あと10分ぐらいで呼ばれるということで戻ってきました。今日晩ご飯をいただくこちらはマーワンズというお店で、1923年創業の100年以上続く老舗の四川料理の名店になります。ミシュランガイドでも一つ星を獲得していながらもリーズナブルな価格、とっても美味しい四川料理がいただけるっていうことで、成都で一番人気のお店ということです。行ってみましょう。もうね今6時半にしてお店に新規で来た人断られてますね。だから本当に入りたいならもうオープン30分以内に来ないとダメかもしれない。ついになんだかんだで待ち時間が1時間半を超えました。残り10分ってなってから30分以上待ってるんですけど、あ、やっと来たよ。シート満席ですごいね。結構ゆったりめの店内なんだね。席が少ないんだね。いいじゃん、窓際でさ。時刻は7時半、2時間待って入れました。乾杯。これ生ビールです。
炭酸がゼロなんだけど、どういうこと？でかー。これさ、お店入った時に食べてる人がいっぱいいて気になって頼んでみました。ラーズーチっていう鶏の唐揚げの唐辛子和えみたいな感じの料理で、わかるかなこれ。すっごいみじん切りになっててめちゃくちゃ辛そう。うちのビールはね、本当に炭酸がないタイプだったみたいで、炭酸が欲しいんで普通のチンタを頼みました。やっぱこう揚げ物はビールじゃないとね。はい、乾杯。やばいだろ。めちゃくちゃ辛そうですけど大丈夫これ。うまっ。唐辛子系の辛さの後に後から消えちゃう。山椒が来て、鶏は骨がついてるからちょっと食べづらいんだけど、もう一回言っていい？なんかちょっと今口に入った瞬間の味がすごい広がる。香辛料の味を食べてるって感じ。すごく辛くて、これひたすらビールが進む味で美味しい。どこにあるんですかっていうぐらい大量の唐辛子が入ってるんだけど、その中に大ぶりの鶏がいるじゃんって思うんですが、口の中に入れると意外と骨が大きくて食べるところは少なめ。最初の3分間はサクサクの食感が楽しめて、その後はしっとりしてくるよって意味だと思います。この砂時計を置かれまして、この時間以内に食べないとサクサクじゃなくなっちゃうから早めに食べてねって意味だと思います。なるほど。お昼に食べたのと名前はほぼ一緒なので、甘辛い味は一緒なのかなと思うんですけど、ちょっとやばいやばい、早く食べた方がいい。うますぎる。今まで人生で食べたナスの中で一番うまいかもしれない。そう。やばい、早く食べたい。例えるならナスの大学芋。めっちゃうまくないわ。揚げたての四角いナスが口に入れた瞬間にものすっごいとろけるんですよ。だけど周りは結構クリスピーな食感になっていて新食感で、そこに大ぶりのエビと唐辛子が加わって今まで食べたことがない美味しい風味が口に一気に広がります。これはちょっとこのお店に来たら絶対食べた方がいいですね。もうこれはやばいよ。ここのお店の担々麺は13元っていう破格の安さ、スナックっていう項目にあったんで頼んでみました。いただきます。多分ここマーラーもすごく美味しい。マーラーの味がただの辛いとかしびれとかだけじゃなくて旨味がめちゃめちゃある。水餃子は3つで10元ってなってたので頼んでみました。四川風マーラーに絡めて食べる水餃子だそうです。いただきます。水餃子自体は結構普通の味なんだけど、ここの店の多分マーラーがめっちゃうまい。なんかマーラーに秘伝がある気がする。これホイコーロー。ホイコーローってもともとね、中国でお祝い事で豚肉を使った時にそれをまた再利用して美味しく食べようっていうので、茹でた豚をさらに炒め直すっていうので生まれた四川料理なんだそうです。日本ではキャベツと豚肉を甘辛い味噌で炒めてる料理だと思うんですけれども、本場の四川では肉味噌をこの豚肉とキャベツが入ってなくてニンニクの葉っぱとあとネギとあえて炒めた料理ということで、いただきます。日本のホイコーローとは全く別物で、辛さも全くないんだけど、肉味噌って感じもあんまりしないんだけど、なんていうのかな、ニンニクの味が効いた油の炒め物って感じで、おかず感が今日頼んだ中では一番強いかな。あまりパンチがないけど、それぞれの素材の食感とか旨味があってすごく美味しいです。ご飯と一緒に合わせて食べた方がこれは多分美味しい。マジで来てよかった。エビが少ないじゃん、ナスばっか入ってんじゃんってちょっと最初思ったんですけど、ナスがうまい。ラーズーチーの味付けめちゃくちゃうまいんですけど、あまりにも辛すぎて口に入れるたびに大量の唐辛子が入ってくる。本来このあれでしょ、刻みじゃないないよ。四川料理って結構さ、この油と唐辛子と結構胃に暴力的だよね。めっちゃうまそう。でも見た目は普通っちゃ普通。昼間に食べたのと同じ。このまま行こうよ。わかるけどちょっと熱いよ。何怒ってる？虐待だよ。だって虐待じゃねえよ。自ら進んで熱いもの食べるのと食えって言われて食べるのじゃ天と地の差があるんだ。ダチョウ倶楽部じゃない熱いの。いや、まずはでもやっぱそのまま行きたいな。そう昼間とのやっぱ味がどれぐらい違うのかっていうのもちょっと知りたいんで。
めっちゃくちゃうまい。本当に。なんて香ばしい。バランスがめちゃくちゃいいです。辛いんだけど、すごく豆腐の味も美味しいし、あ、これが本場の麻婆豆腐なんだっていう、そんな味がします。ガチやばいよ。テンション上がったわ。ちゃんとしびれの味もするんだけど、しびれが邪魔しすぎないというか。あ、でも辛いわ。めっちゃうまい。途中ホイコーローとエビの甘辛い炒め物を挟んだりしても結構辛かった。でもこのお店2時間待って本当に良かった。さすがにミシュランの星がついてるだけあるなっていうぐらい美味しくて、地元の人にも愛されてる理由が分かりました。ということでごちそうさまでした。やっぱ辛い。なんか事前情報で朝ごはんがめっちゃ良かったって書いてあったんで楽しみにしてたんですけど、種類めっちゃ多いですね。パンがあってサラダもたくさんあって、ソーセージとかおかず系も結構たくさんあります。中華の前菜とかもあるし、中華っぽいおかゆもあります。フルーツ系もたくさんあります。ライブキッチンでこの麺を作ってもらえる。中華も洋風もたくさんあって、1泊1人4000円の朝ごはんというクオリティには見えませんでした。すごい。やってきたのは成都の超歴史定番観光スポットの武侯市です。ここ武侯市はかの三国志で有名な劉備と諸葛亮を祀られている、実は三国志の本番スポットのような場所なんです。武侯市の中に入って成都に残る食感の歴史を見ていきたいと思います。チケットはチケットカウンターで当日パスポート情報を入力すればすぐに購入できました。大人1人50元です。入り口に入ってまっすぐ進むと劉備殿があります。劉備殿の中へ入ると両端に並ぶ食漢の武官たちの像、そして奥へ進むと中央にはドーンと食漢の初代皇帝劉備が祀られています。三国志の中でも主人公的な存在として語られることの多い英雄です。その両脇には右側にきらびやかな被り物をまとい長いひげで武神とも称えられる関羽、そして左側には一人だけ表情の造形がかなり力強く独特な雰囲気を放っている、少し鬼のような表情にも見えますが豪快な性格で知られる張飛。三国志を代表する英雄たちが並ぶ姿は迫力があり、まるで物語の世界に入り込んだような雰囲気に包まれます。続きまして武侯市最大の見どころとも言われているのがこちらの諸葛亮殿。諸葛亮は軍師としてだけではなく政治、軍事、外交すべてを担った天才的な人物。蜀漢建国に大きく貢献しました。面白いのがここ武侯市、最初は劉備メインの場所かと思いきや、武侯とは劉備から諸葛亮に与えられた称号、つまり武侯市とは諸葛亮を祀る祠。施設名になっているのが部下だった諸葛亮の名前なんですよね。それだけ諸葛亮が中国で圧倒的な人気と尊敬を集めている人物だということがわかります。そして武侯市で特に人気なのがこの広壁の回廊。鮮やかな赤い壁と竹林が続く景色は成都を代表するフォトスポットとしても有名です。歴史ある空間を歩いているとまるで三国志の時代に迷い込んだような不思議な感覚になります。最後に訪れたのが慶陵。ここは今からおよそ1800年前に亡くなった劉備が実際に眠る墓とされている場所です。中国でも皇帝の墓がここまで市街地の近くに残されているのは珍しく、武侯市の中でも特別な場所として知られています。ここまで来ると三国志は物語ではなく実際の歴史として目の前に迫ってくる、そんな感覚になる場所でした。さあ武侯市を見終わりまして外に出るんですけれども、この出たところがですね、すぐ商業ストリートになってます。金利湖街と言いまして、三国志の世界観を再現したストリートになってます。ちょっとだけ食べ歩きしてみたいと思います。成都で昔から愛されているお菓子タンゴーガを買いました。薄い生地の中に甘い具材だったりちょっとしょっぱい具材を入れて巻いて食べるお菓子っていうことです。あったかいですね。いただきます。
もちもちでホットケーキみたいな感じの味ですね。注文が入ったら出来たてで作ってくれるので、ふわふわな食感を楽しめて美味しいです。お土産屋さんの味見がめっちゃある。これはうまっ。あ、辛い。これはピーナッツ屋さん。啊，甘いピーナッツや。来，所以浆果茶免费试喝，可以品尝一下。有喜欢的可以尽量看一下，试试口味。招牌西瓜荔枝口味。うまっ。うまっ。これ美味しいんだよね。買っちゃいました。部屋で今日食べよう。レモンジャスミンミルクティーです。いただきます。すごい爽やか、美味しい。わかんないけど20元でできるらしい。今天心情好，大少奶奶出门扭扭扭，吹牛拉羊。我们大少奶奶就这么有钱，就这么心。大少奶奶有钱就是心。大哥，你先别笑，先拍。これからお昼ご飯を食べにミシュランの麺屋さんがありますので、そちらに向かいたいと思います。今日のお昼はこちらラオチェンドゥサンヤン麺でいただきたいと思います。どこにでもある食堂に見えるんですけれども、こちらはなんとミシュランビブグルマンにも選ばれた地元の人にも愛される大人気ローカル麺屋さんです。このお店の名前になっているサンヤン麺っていうのは、生徒を代表する麺の名前を3つ合わせたということだそうです。なんで注文はこの3つの麺を頼みました。結構今まで行ったミシュランの中でもかなりローカルな感じ。なんかもうかなりの北頭。結構混み合ってて、一杯が出てくるまでにだいぶ時間かかりますね。最初に来たのがこちらスーザオザジャー麺。こちらはですね、肉味噌が特徴の生徒定番の一杯ということです。いただきます。うまい。うまい。担々麺とはまたちょっと違う。見た目に反してめちゃくちゃ優しい味わいですね。マーラーの味はするんだけど、辛すぎるって感じじゃなくて、油のコクと甘みみたいなのもある滑らかな麺です。美味しい。中にたっぷり肉味噌が入ってて、でこの青いやつがちょっと辛いですね。だと思う。でこう麺がくっつく感じがなくってスルスルっと入っていてすごく美味しい。続きましてこちらがイカの出汁のあっさりとした麺、ハイウェイ曜日麺です。四川といえば辛いイメージがあったけど、こういうあっさりした麺も定番であるんですね。めちゃくちゃうまい。これマジであっさりとしたイカの味。イカ自体は口の中に入れたらホロホロになるような味わいで、汁はすごいあっさりなんだけどうっすら海鮮の味がして、今までこういう麺あんまり食べたことがないかもしれない。具材の量がすごい多いわけじゃないんだけど、スープがすごいコクがあって、全てがバランスよくって美味しいあっさりとした海鮮麺。続きましてこちらが本シャオニーロー麺です。こちらはじっくりと煮込まれた牛肉が入った麺。これは結構辛そうな感じ。ピリ辛でうまい。めちゃくちゃ辛すぎるってわけじゃなくて、今まで食べた3つの麺の中で一番パンチはあるんだけど、ホロホロに煮込まれた牛肉が柔らかくて、このパクチーの味とこのマーラーの油と合わさってすっごい美味しい。牛肉も結構たっぷり入ってて、マーラーもたっぷりで辛くて美味しい。ちょっとスージャオダージャー麺やばいな。おかわりしたいな。これおかわりしてきていい？おかわりしてきちゃった。卵もつけた。ちょっと食堂すぎる雰囲気に圧倒されたけど来てよかった。なんで同じ種類の麺なのにお店によって全然味が違うんだろうか。茹で加減とかも結構あると思うんだよね。あと茹だった後のなんか油との絡ませ方なのか、ここの麺はくっつくって感じじゃなくって、なんかねコーティングされてるような感じもする。ミシュラン連続で選ばれてる理由はなんか分かる。コスパだけじゃなくって味がちょっと普通の街のローカルの麺よりも美味しい。どこで担々麺食べても同じ味って感じじゃない。だか
だから生徒に関してはもうミシュランガイドがあるから、ミシュランの店来てたらある程度間違いないのかなとは思う。安いからね。ミシュランの店来たからちょい高っていうのはもしかしたらあるのかもしれないけど、このビブグルマンに関してはどこの店もだいぶ安い。スージャンタンメンの中に入ってるこの緑のやつ、唐辛子かと思ったら辛くない。何なんだろう。ネギでもないしインゲンでもない。分かる人教えてください。おかわりが来ました。これが小盛りサイズで、こっちが中盛りサイズです。中盛りになると1杯13元になりまして、追加で卵頼みまして、こちらが3元合わせて16元です。めっちゃうまい。卵が入るとよりうまい。辛さは全然ないんだけど、なんかバランスが完成されてるというか、完食です。マジで美味しい。このお店は朝7時から夜の8時まで通しで営業してるので、めっちゃくちゃ美味しいし、あと価格もかなり安いのに極上のローカル麺。とにかく生徒で美味しいローカル麺が食べたいなら絶対ここのお店に来るべきだと思います。っていうぐらい本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。やってきました。こちらは生徒のシンボル的タワー、天賦総統です。このタワーは全長が200メートルあるタワーなんですけれども、生徒の象徴的な新しいシンボルのような形で建てられた建物になります。このエリアはですね、金融 IT などが集中しているエリアでして、生徒は歴史が深い街並みでもあるんですけれども、新しい生徒の象徴としてこういったタワーが建ってるわけですね。ちなみにこの歩道橋は格子の輪っていうんですけれども、円形の歩道橋になっていまして、ぐるっと一周できるリング型になってます。これも天賦総統と一緒で都市デザインの一部として作られた歩道橋なんだそうです。今日のお昼ご飯は今中国全土で大人気の湖南料理のお店、肥大中ラージャオチャオローというお店でいただきたいと思います。ここの名物料理は豚肉と唐辛子を炒めたラージャオチャオローという料理。辛さの種類が四川料理とはちょっと違って分かりやすい辛さと熱さで勝負する一皿ということで、四川料理とはまた違った辛さを体験してみましょう。今はねまだオープン前で人がいないんですが、もうお昼時になると大行列になるお店ということで、今日は開店前に来ました。すごい。店内は緑色で統一されていて、すごく清潔感があるおしゃれな作りになってまして、お店は結構奥の方までかなり広い作りになってます。この看板料理のラーチャオチャオローとレモンティーとわかめのスープの小さいサイズ。ラーチャオチャオローは唐辛子1ってなってたんで、一番辛い3もいってみようということで、エビの副菜とご飯ですね、頼みます。肖像画みたいな感じで、湖南料理歴29年みたいな人が最長だったんだけど、このお店を作った人かな。このお店が人気になった理由は、シンプルな家庭料理を主役級グルメに格上げプラス徹底したブランド化が当たって、中国全土に一気にバーッと入っちゃったんですよ。でかないレモンティー17元です。すっきり。オープンしてから5分ぐらい経ったんですけど、どんどんお客さんが来てます。你好，你好，全国小小大王贝大厨辣椒炒了，请慢用。すごいね。なんかオペレーションにすごい気合を感じますね。あ、お米をよそってくれるんだね。おー。結構量多く思えたけど食べれそう。いただきます。何これ、チンジャオロースとはちょっと違うけど、ほんのり辛さもありながらニンニクがたっぷり入ってて、すごいガツンとくるけど味も濃すぎず美味しい。炊きたての米にこれを、これがね、かなりこれなんか揚げたホルモンみたいな感じかな。もうサクサクのやつめっちゃうまいじゃん。ただお肉炒めただけじゃなくて食感も楽しいし、味付けはとにかく絶品。辛いよ。大丈夫。四川に比べちゃまあしびれ系がない純粋な唐辛子の辛さだから、日本の人もこれは多分ね好きな味だと思います。醤油も入ってんのかな。美味しい。米もさうまいね。これはマジ当たり。下でずっとグツグツ固形燃料で温めてくれてるんで、いつまでも冷めることなく食べられます。あ、牛肉は
手切りなんだよな。すごい切ってるわ。具材の中にお肉と唐辛子と、あとその他に食感がいいキノコ、なんか白キクラゲみたいな感じかな。あとこのカリカリしたもの、ホルモンなのか、それとも豆腐を干したやつで、あとねめっちゃでかいニンニクも入って、いろんな具材が入ってて一つの炒め物になってるんですね。あ、辛い。ニンニクは超辛い。エビの辛い炒め物いただきます。結構エビたくさん入ってると思って、なんかエビと野菜が入ってるのかこれ。まずはエビいただきます。うまっ。辛くないね。3って書いてあるけど、こっちはメインの方が辛いよ。辛さのジャンルがまたちょっと違う料理。エビ10個ぐらいかな入ってて、縦長に切ったレンコン、あとニンニクはたっぷりですね。これも結構パンチが効いてます。レンコンのシャキシャキっとした食感とエビのプリッとした食感が合わさって美味しい。こっちはどっちかっていうとあんま食べたことがない味ですね。わかめと肉団子のスープです。あっさりしたわかめスープですね。肉団子は一口サイズで、わかめ自体は結構分厚さがあるシャキシャキ系のわかめが入ってます。野菜炒めが結構ニンニクが効いててパンチがあるんで、そこにこのわかめスープを一緒に飲むと落ち着くのでバランスがいいです。流行る理由はわかる。どこに行ってもいつ食べに行っても同じ家庭料理の味が食べられるようにしたって感じかな。今流行ってる中国の炒め物食べられてよかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。急にめっちゃ味がある通りになったんですけど、ここも再開発してるような感じなのかな。中国ってこうやって急に都会的なところから路地裏入るとこういうことになってるからびっくりするよ。新しい感じの建物には見えるんだけど、街中歩いてたら急にでっかいお寺みたいのが出てきた。今結構中心地にあるデパートでなんかお洋服いっぱい売ってそうだったんで入ってみたんですけど、歩いてたらめっちゃ面白くて、ブランドの名前を似せた店みたいのがめちゃくちゃあってちょっと面白すぎてカメラ回っちゃったんですけど、結構大きなちゃんとしたデパートなんですよ。ここが男性エリアになるんですけども、歩いて見ていくとマウロってここ書いてあるんですけど、グッチみたいな服売ってたり、奥の方に進んでいくとジョルジーって書いてあって、ジョルジオ・アルマーニではなくてジョルジー・アマンダです。ちょっともうちょっと進んでみようかね。プレイボーイみたいなパナリーボーイ3店舗ぐらい入ってました。ドルチェ&ガッバーナではなくて D&Z です。グッチじゃなくてレイチです。進んでくるとペオニーボーイって書いてますここはドゥオビルです。ダンヒルみたいなアルマーニっぽい感じで、甘やいマニ、普通の店もあんのよ。もちろん模倣のセンスが若干ギャグ狙ってますかっていうアルマーニのロゴみたいな感じになってるんだけど、ガッバーニーです。ポール&ハース、ポール&スミスじゃなくてだから何が面白いってね、マジで普通のデパートなんですよ。ちゃんとしたお店がたくさん入ってて、その中に多分個人がやってるブティックみたいなやつのなんか名前だけちょっとなんかおかしいみたいな売ってるものはすごい普通なんだけど。今日の晩ご飯はこちらロンフーレンジャーチュアンチュアンシャンでいただきたいと思います。このチュアンチュアンシャンは来て一番最初にも言ったんですけれども、生徒発祥の料理ということで、生徒最後の晩ご飯はチュアンチュアンシャンを食べることにしました。今日曜日の夜8時なんですけれども、人気すぎて12択待ち。こちらのお店は2002年創業、20年以上続く老舗のお店、中国最大の口コミサイトダーゾン J ペンの生徒チュアンチュアンシャンジャンル第1位に選ばれている観光向けではなくて、地元の人に長年愛されてきたお店ということです。帰ったわ。うわ、ちょっととんでもないです。めちゃくちゃ辛そうやね。タレコーナーです。それさ、ごま油かな。ごま油。
大人気店だ。みんなすごい量串取っていくな。お皿系の種類もめっちゃいっぱいあります。海鮮とかお肉系とかもあるし、麺もある。お肉の串の種類もめちゃくちゃいっぱいあります。野菜の串もめっちゃいろいろある。取ってきました。辛そう。値段がなんか書いてあるんだけど何円なのかよく分かんなかったんで最後の総額で伝えますね。見た目はめっちゃ辛そうに見えるけどいただきます。なんか塩麹みたいなのついてるのめちゃくちゃ柔らかいんだけど牛肉うまっ。辛くないそんな。3本のやつもある。チュアンチュアンシャンに始まりチュアンチュアンシャンに終わる生徒。ちなみに初日に行ったチュアンチュアンシャンのお店は生徒の中で一番古いチュアンチュアンシャン屋さんみたいです。こっちのお店は今人気第1位のお店ということで結構活気がありますね。地元の人ばっかり。めっちゃうまいです。めっちゃうまいです。肉についてる味がうまい。マーラーのタレただ辛いだけじゃなくて結構香りもあって味わい深い。四川の辛さは基本うま辛なんだなっていうのは今回旅してて思いましたね。ピリッと辛いマーラーにこのパクチーたっぷりとニンニクたっぷりのタレがよく絡みます。串の数だけ見るとどんだけ食べるのって思うかもしれないんですけど意外と一個一個のサイズは一口サイズになってるのでペロッと食べられちゃう感じ。ニンニクもいいかな、いっちゃって。マジでうまい。ニンニクの香りがガツってきてめちゃめちゃ美味しい。長いものやばい。ちょっとしびれが舌に蓄積してきた。生徒はローカルフードが多すぎる。食べたいものいっぱいあったけどちょっと数日間じゃ全部食べきれないね。毎日回る。担々麺とかも全部そうだけど日本の四川料理の概念とはちょっと本場は全然違いましたね。ごま風味っていうのは全然なかったじゃん。シンプルで唐辛子の辛さとホアジャオの香りを楽しむ料理っていう感じなんだなっていうこともよくわかる。エビなんかうまっ。卵の移動見てください。これ一瞬で煮卵ですよ。1本に見えて2本ちっちゃくなっちゃった。生ビールあったら嬉しい。うまっ。めっちゃフルーティー。イカはね3、40秒って書いてあった。可愛すぎんこのイカ。串から取ってタレに入れて一気に食べます。食感が美味しいね。マーラーってイカ合うね。美味しい以外に言葉が見つからないのがちょっとあれだけどここのチュアンチュアンはめちゃくちゃうまいっていうのはよくわかる。麺が好きや。辛っ。これ最後に超特急で辛いのかな。たくさん食べてお酒も飲んで大満足。最後にすごい美味しいチュアンチュアンシャン食べれてよかったです。ということでごちそうさまでした。生徒の四川料理はただ辛いだけではありませんでした。ホアジャオのしびれや唐辛子の刺激の奥にちゃんと旨味があって香りがあって一皿ごとに生徒らしさを感じることができました。中国を代表する四川料理の聖地とも呼ばれる成都、その奥深さを今回少しだけ味わえた気がします。次回はさらに刺激が強い重慶を訪れます。お楽しみに。